ご神君一つ。信心の道を迷わず失わず末の末まで教え伝えよ。信心の道を正しく教えてくださるのはここお広前よりなし。教会を中心にしたお取り次ぎをいただいての生活を子にも孫にも教え伝えておかねばなりません。教える者自身が迷うことのない失うことのない誠の道のおかげを受けておかねば伝えるにも伝えようがありません。信心の道、ここでは真心の道、誠の心と書いてあります。今日はその信心ということについて少し変わった角度から教えていただいたように思います。それは信心とは何かと問われたときに、それこそ最初は信心とは信心をするとは神様を信じることですというところから始まると思うのですけれども、神様を信じる、神様を信じる稽古をさせていただく。確かに入り口はそこだと思います。けれども、ただ神様を信じるということだけで終わるのではないように思います。今日教えていただきますのは、その神様を信じるという信心、そこからさらにその真心というのでしょうか、誠の心、いわば誠の信心をさせていただくと、今度は神様が私どもを信じてくださる、そういう信心の世界が開けてくるのだと。人間氏子が神様を信じるという世界から神様の方が人間を信じてくださる、それが誠の信心だと。神様の方が私どもを信じてくださる、そういう世界に入っていかなければならないということなのですね。そうでなければ本当の信心をしているとは言えないというのでしょうか。ただ神様を人間の方が信じますという段階でとどまったのではいけないのだと。神様の方が私どもを信じてくださる、そういう世界に入っていかなければならない。なぜならば、その神様が私どもを信じてくださる、そういう世界に入っていかなければ、本当の意味において神様が踊り出てくださるというのでしょうか。神様が働いてくださるという、その神様の働きを表すというところまでいかないからですね。例えば師匠が一切親愛と教えてくださる、その一切が親愛ですよとか、教祖様も一切が神様の差し向けだと、何事も神の差し向けと教えておられるわけですけれども、例えばそれは一切親愛ですと伝えることは誰でもできます。それは信心をしようがしまいが頭で分かり、聞いた言葉をそのまま伝える、それでもいいわけです。しかし、ただ伝えるというだけでは、なるほど、そこに神様の、それこそ師匠の打てば響くようなと表現される、そういう神様のお働きが現れて
きません。働きがついてこないのですね。ただ教えを伝える。これはある意味哲学的なものかもしれませんね。その何というのでしょうかね。観念的な教えというのでしょうか。それでは信心ではないのですね。信心の教えというからには、そこになるほど間違いない神様のお働きだなと、その神様がお働きくださる、いわゆる神様が踊り出てくださる、そういうような神様の働きを表せれるところまでいかなければ、その何というのでしょうか、本当の信心をしているとは言えないわけですね。教えを伝える、ただ単に伝えるということだけならば誰にでもできる。ビデオででもこうやってできるわけですし、本なら本に書いて、あるいは広告なら広告に教えを書いて新聞に織り込むということもできるわけです。そして多くの人の目に触れさせることはできるわけです。知識として伝えるというだけですね。そこに神様のお働きの裏付けがなければ、信心させていただいているものが伝えるということの意味がないわけです。教えと同時にその神様の働きも同時に伝えられるような、そういう私どもでなければならないということですね。ためには神様が私どものために働いてくださる。それが信心だと。神様が働いてくださるのが信心だということなのですね。それは誠の信心だということだと思います。その神様が働いてくださるような信心をするにはどうすればよいかということになるわけですけれども、結局それは師匠がご神徳をいただくことだよと。そのご神徳をいただかなければ、やはり神様から働いてもらうということは難しいことでしょうね。神様が働いてくださるような信心をさせていただく。そしてそれを伝えていくということにならなければならないということでしょうね。そのまず第一は、やはり神様を信じる。そして神様から信じられる私どもになるためには、まずは師匠が教えてくださる成り行きを尊び大切にするという、そこから始まり、またそこに帰っていくということになると思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。